デリカ D5 は三菱自動車工業が製造・販売している SUV ミニバン型の乗用車です。フロントエンジンのワンボックスミニバンの先駆けともなったデリカスペースギアの後継者であり、世界で唯一のオールラウンダーミニバンを基本理念に開発されています。ボディには世界販売戦略車種を用いて設計される三菱 GS プラットフォームの小型車版 TM を用いています。同プラットフォームを用いる車両は非常に多く、三菱社内だけでもデリカ D5、アウトランダー、RVR、エクリプスクロスなど主力販売中型乗用車のほとんどが共通です。オフロード走行できる RV としての合成を得るため、航空機の設計を元にしたリブボーンフレームとアンダーボディの大型クロスメンバーが追加され、さらに低小節が採用されているのも特徴。かなり頻繁にマイナーチェンジが行われており、バリエーションはとても多いです。また燃費基準もどんどん良くなり、現在新車販売されているモデルはクリーンディーゼルエンジン車のみとなっている。今回は 4N1、4型エンジンを積んだデリカ D5 のディーゼルターボに乗る機会があったのでご紹介します。まず見た目ですが、プレデター顔だの、電気シェーバーだのと賛否両論あったフロントマスク。良くも悪くも、インパクトが大きいフェイスデザインは、必然的にオーバーハングとボンネット高が増した車体形状と、最近の三菱お約束の X の顔を融合したもの。縦型形状の LED ヘッドランプも特徴的で、これだけ巨大で、しかも縦長のレド、照明をうまくマッチさせたフロント構造は、デザインの好き嫌いはあると思いますが、私はかなり良いものと思っています。リアに関しては、フロントに比べると少し寂しい気もします。リアコンビネーションランプは、リアゲートガーニッシュと連続しているデザイン、テールランプは外側まで光るのが特徴的なスタイルとなっています。デリカの文字がでかくていかつい、黒く塗りたくなってしまう。サスペンションは、フロントにマクファーソンストラット式、リアにトレーリングアーム式マルチリンクを採用されている。先代デリカよりもトレッドを拡大することにより、操縦安定性と乗り心地、旋回性能が向上したそう。基本部分こそ変わらないものの、フロントストラットは傾斜角度を見直して作動フリクションを低減させているので、乗り心地は非常に良く、トヨタのベルファイアに引けを取らないと言ったら大げさか。サイドデザインとフロントオーバーフェンダーもかっこいい。面白いのは、ドアを開けるとステップが出てくるところ。これがなかなか便利で、助手席に乗るときもとても楽ちん。当然、強度も十分です。シートはダイヤモンドキルト加工が施されたファブリックシート。運転席はタワーシートです。8人乗り仕様は2列目がベンチシート、3列目シートは座面、背もたれとも大人が座るのに十分な大きさです。運転席からのダッシュボードの眺めは前傾したサルーン風になり、手触りのいいソフトパッドやウッド調パネルなど高級感や質感も高くなりました。スイッチ類の配置も良く、運転中に集中しながらコントロールできるのも良い。特に 4WD モードの切り替えダイヤルはインパでのど真ん中にあるので使いやすそう。でも常時 4WD で走るだろうから使う頻度は低め。サイドブレーキはなく電動ブレーキです。この使い勝手に関しては別動画で解説しているのでぜひご覧ください。メーターは視野性が良く分かりやすい表記。いろいろなモードに変更できますが、レンタル期間で全てを試すことはできませんでした。残念。室内の感じは良く、全然安っぽく見えないので良いです。普通に気に入りました。さて、エンジンを見ていきます。4WD 車にミニバン発のクリーンディーゼルエンジン 4N1、4型直列4気筒、DOHC16 バルブ、インタークーラーターボ 2267cc、148馬力が搭載。ICSW 製8段オートマが組み合わさり、トルクは十分で実にパワフル。エンジン回転が軽やかかつ力強いので、アクセルあまり踏み込まなくても十分。特に坂道でトルクが大きいことを実感できる、力に余裕がある感じ。さすがに加速は苦手だけど、ディーゼルと重い車体で出足の悪さはしょうがないですね。100キロまで約11秒と、まあそこまで気になりません。それよりも特筆なのが、その静かさ。室内ではエンジン音はほとんど聞こえないので、とても快適にドライブすることができます。トルクたっぷりなので優しく走れますし、静粛性も良好、不快な振動はなし。いやー、これはすごいです。では、排気音を聞いてみましょう。マフラーは特にこだわっているような見た目ではありませんね。デリカ D5 は見た目も室内も操作性もかなり高いレベルでまとめられています。まさかここまで良い車だとは正直思いませんでした。三菱だからとか毛嫌いしている人がいたらぜひ一度乗ってみることをお勧めします。
大きめの車を探している人は、はっきり言って買いです。遠出のストレスが極めて少なく、まさにオールマイティに使える車だと思います。そして今回、700キロくらい走りましたが、給油を一度もせずに走り切りました。エンプティマークすら出ていません。給油回数が少ないのも嬉しいですよね。平均燃費は14キロくらいでしょうか。この車体の大きさと常にフル乗車していたことを考えると非常に立派な数字だと思います。家に帰ったら中古をすぐに探してしまうくらい良い車でした。皆さん、三菱のデリカ、ぜひ乗ってみてください。